はい、どうもこんにちは。今回はですね、レバーレスアケコンについてお話をしていきたいと思います。自分は今ですね、ストリートファイター6をコツコツとやっておりまして、先日ね、MR1600 をタッチすることができました。やっぱりね、ちょっとずつ成長は感じてきているんですけれども、やっぱりまだまだね、上位のレートも目指していきたいと思っておりまして、いろいろね、座学っていうの頑張っているんですけれども、やっぱそれだけじゃなくって、使うデバイスにもこだわっていけばですね、やっぱりより自分のね、モチベーションも保てますし、やっぱプラスになるんじゃないかなと思っていまして、で、今使ってるアケコンもですね、とても良いコントローラーではあるんですけれども、やっぱりさらにもっと自分に合うコントローラーがないかっていうところをね、やっぱ探したくなってしまってたんですよね。で、自分はもともとですね、格闘ゲームに関しては、ストリートファイター6から始めていまして、それまでゲームはね、FPS とかしかやってなかったので、初めて購入したアケコンっていうのは、この WASD 配列に対応したサリーボックスというですね、アケコンを購入していまして、やっぱね、最初にそれを選んだっていうところもあって、その後もずーっとですね、この WASD 配列のあるモデルを好んで使ってきておりました。でそんな中でですね、先日、エボジャパン2025で取材させていただいた際に、いくつかアケコンのブースもね、寄らせていただきまして、でその時にね、葵工房さんとお話しさせていただく機会がね、あったんですよね。で最初は展示されていたカスタムボタンのワンフレームボタンがね、総ストローク 0.5mm、アクチュエーションポイントが 0.3mm ということで、すげえなと感動していたんですけど、よくよくね、お話を伺うと、オーダーメイドの配置で自分専用のアケコンも作成できるということを知りまして、ということはですよ、自分の好みの配置かつ自分の手に合ったアケコンが作成できるということなんですよね。いや、すごすぎますよね。なので、今回はですね、実際に葵工房さんでこちらのジャンプハック08サードの XL を作成してみましたので、それね、使ってみた感想、かなり良かったので、このオーダーメイドの仕方も含めてね、ご紹介できればなと思っております。はい。で、まず早速ね、もうご紹介していくんですけど、今回自分が作成させていただきましたアケコンは、ジャンプハック08のサード XL のモデルになっていまして、これ以外にもですね、葵工房さんの方には、すでに配置が決まっているモデルだったりとか、レバータイプのアケコンなんかも発売されていらっしゃるところなんですけれども、こちらのジャンプハック08サード XL に関しては、カラーがね、このブラックとあとホワイトの2種類バリエーションがありますし、あとね、この厚みに関しても、どのボタンを使うかによってですね、選ぶことができるようになっています。この、ね、薄型のボタン、例えばワンフレームボタンとかをね、使う際には、この 24mm の薄型タイプっていうのが選択することができまして、で、3話ボタンなどね、少し背の高いボタンを使うときには 42mm のタイプっていうのを選択することができます。で、使用されている基板がですね、RP20400 というですね、ハウテ42とかにも使用されている基板と同種のものとなっていますので、キー配置の変更やファームウェアアップデート等はね、そんなに混乱なく使用できるかなとは思います。やり方いっぱいね、YouTube にも上がってると思います。サイズに関しては、横がですね、396mm、40センチほどとなっていて、で、縦の長さがだいたい20センチほど、206mm となっていますね。で、高さはさっきお伝えした通り、24mm のものと 42mm のものがございますね。はい。で、そしてですね、肝心の配置のオーダーの方法についてなんですけれども、ジャンプハックストアのですね、商品ページにアクセスをしていただきまして、今回で言うとこれね、ジャンプハック08サードの XL モデルですね。でここでね、ボタン配置カスタム選択してもらうと、レイアウト ID 入力してくださいというのが出てきますので、ここですね、少し下の方に行っていただきますと、これ、レイアウトエディターっていうのが出てきますね。ここをですね、クリックしていただきますと、ブラウザで起動することができるアプリっていうのがね、あるんですよ。他にも発売されているいろんなレイアウトを選ぶことができるようになってますけど、今回はこのね、08のサード XL の専用レイアウトを選んでいただければと思っています。デフォルトの配置はこんな感じになっていまして、これはね、よく見る配置になってるかなとは思います。ではね、こっから実際にですね、自分好みの配置を作っていきたいと思います。とはいえ、かなりこれね、操作は直感的でして、マウスで自分の好きな配置にこうやって移動させることができます。
で、このドラッグしていくとですね、ほら、これ上のボタン、今ここのボタンがですね、上のボタンになるんですけど、ドラッグすると勝手に X と Y の座標がですね、ちゃんと下の方に数字で反映されますので、なんか難しく考えなくてもね、作れるっていうのがすごく便利だなと思いますね。で、今回自分はですね、この WASD 配列で作ってますので、そのようにやる場合はどういうふうにするのかっていうところをね、ご説明していくと、まずこの上ボタン、これがですね、30mm の K だと大きいので、ここのボタンのサイズを24に変更しておりましたと。で、代わりにですね、ここのボタン、RS に関しては、下の方にありますので、これを30に変更して、こんな感じでね、大きくしておりました。親指で使うボタンをね。で、そこからさらにですね、この辺の、セレクトボタン、これがね、こっちに別途ボタンあるんで、これいらないなということで、セレクトは、はい、こうやって消したりしてましたね。自分はね、モダン操作使ってたので、正直言うとね、使わないキーもあったりするんで、そういう際にはね、もう消しちゃってもいいかなとは思いますね。あとね、ボタン配置できる範囲はですね、この画像で言うと、この内側、白くなっている部分が対象となりますので、自分はですね、もっと細かくやりましたけど、当時やったやつを再現するならば、こんな感じで、イメージこんな感じで配置をして、で、この配置が終わったらですね、このプレビューっていうのをしていただきます。そうすると、こんな感じで完成図が出てきまして、ここで出てくる、レイアウト ID ですね。これをですね、必ず控えておいていただくようにお願いします。他にもね、これちゃんと PDF 出力することもできますので、自分はね、これ、やっぱり1回で作るの、なかなか怖かったんで、何回もね、作り直したりとかして、で、PDF でその度にね、出力して、それこそ印刷とかしてですね、紙に起こした上で、自分の手にね、配置が合うかどうかっていうところを逐一試しながら、ここをね、配置っていうところを設計していきました。あと、ノート PC とか、タブレットとかね、画面で確認できる場合は、ここの40センチの大きさなので、それに合わせるような形で画面の大きさも変えてもらって、実際にね、手で画面に置きながら、タブレットとかにね、手を配置しながら整えていくっていうのもね、微調整できるのでいいのかなと思いますね。で、今回はですね、自分はこの配置、いわゆるスプリット型で両手を添えた時に、無理のない自然な手の角度になるっていうことを意識して作成してみました。やっぱね、右手と左手のね、配置が近いモデルがね、多かったんですけど、その自分はね、特殊入力、この右手を使ったり、特殊入力がね、そんなにできないというか、一部しかできないので、それだったら、普段のね、過ごしやすさっていうところを向上させるのが良いのかなと思いまして、少しね、スプリット目の右手と左手がね、少し離れているような配置っていうところにしてみました。で、左手の親指は、この中指をね、起点に置いたところから、自然に親指がかかるようなところに配置させてもらって、右手のここもちゃんと全部ね、指が自然な状態で添えれるように。で、右手の方に関しては、結構ね、余裕を持っていろいろと配置できるスペースがありますので、少し上目に配置することによって、手のひらがここ、天板にちゃんと添えれるように配置をしてみましたね。はい。そしてですね、今回自分はこのワンフレームさんのボタンの A セットっていうのをね、購入させていただいたんですけれども、単体のボタンがですね、売り切れていて買えなかったので、ちょっとね、ここのボタン、実はね、足りてないんですよ。この足りなかった部分に関してはね、ドレミさんの目隠しキャップでね、今塞いでおりますね。幸いモダン操作なら、ここのボタンはね、なくても、ボタン自体は足りていますので、ワンフレームさんの在庫が復活して、追加購入ができたら、ここもね、配置していきたいなと思ってます。はい。では、ここからはですね、こちらのアケコンについてね、いろいろと見ていきたいんですけれども、アケコン自体はですね、アクリルの天板と、あと、アルミフレームのですね、組み合わせになっていまして、こちらは自作キットになりますので、届いた時にはね、パーツの状態で来ております。なので、自分で組み立てをする必要があるキットとなっています。
組み立ての工程に関してはちゃんとね、公式ストアの方にも動画がありますので、ちゃんとね、できるようにはなっているんですけれども、今回自分でね、撮影しながら組み立ててみましたので、そっちの工程もね、お伝えしていければなと思っています。まずね、パーツに関しては面取りをする必要がありまして、アルミパーツとかアクリル天板のこの角をね、削ってあげる必要があります。で、この際にはですね、新聞紙とかでちゃんと粉を受けれるように、削った後ね、粉がね、受けれるようにしてもらって、で、かつですね、やっぱ粉出てきますので、マスクとか、あと手袋をね、した上で作業していくのが必要かなと思いますね。で、その後はですね、フレームを組み立てていって、で、付属のネジでね、固定をしていくんですけれども、ここ USB のポートはですね、ネジ止めをする前に、ケーブルの向きがですね、どっちにあるかっていうところを見ていただいた方がいいかと思います。これを取り付けた時に、こっち側に基板がありますので、最初こっち側に向けておくとですね、ケーブルをねじってこっちに持ってこなきゃいけなくなっちゃいますので、ちゃんとね、くるって巻かれてる向きっていうのがあるので、それがちゃんとこっち側になるようにね、配置をしておいた方がいいと思います。そしてケースがね、組み上がったらボタンをね、取り付けていきます。で、ケーブルにそれぞれね、どのボタンが対応するのかっていうのを事前にね、わかりますので、それを見ながらね、配線をしていく形になります。これがね、キー配置、それぞれどのケーブルが対応するかっていうところの画像配置になっていて、で、実際にレイアウトというか配置した内容、これは P1、P2、P3、P4、K1、K2、K3、K4 というのがそれぞれね、これ P4、P3、P4 から始まるんですけど、それぞれ対応するボタンがありますので、ケーブルを配線していくという感じになります。で、端子の接続に関しては結構ね、ぐっと押し込んでいただく必要がありますので、そこはね、頑張っていただければなと思いますね。ある程度ケーブルをまとめたらですね、蓋を閉じて、一回動作確認をね、先にすることをお勧めします。で、動作が問題なければ、ここでね、ケーブルとかを固定してもらって、完成という感じですね。で、キー配置の変更に関しては、2040基板なので、スタートボタンを押しながら USB 接続して PC に接続することによって起動する準備ができまして、で、インターネットブラウザを起動してもらって、192.168.7.1を入力すると、こんな感じの管理画面が出てきますと。はい。で、ここね、ピンマッピングっていうところに行けば、こんな感じで、それぞれに対応するライト、レフト、ダウン、アップ、こんな感じでね、設定することができます。このピンビュアーっていうところを押して、で、対応するボタンを押せば、これピン何番だよっていうのが出てきてくれますので、そこにね、対応するものを振り分けていけるという感じですね。で、保存したやつをリブートかけてもらえれば、設定が完了するという感じですね。で、そんな感じで組み立てて完成したのがこちらとなりますね。で、実際にやっぱ使ってみたんですけど、このワンフレームボタンね、めちゃくちゃ反応良くて、個人的にはね、めちゃくちゃ気に入っております。ただ、使ってみてやっぱりね、思ったのは、結構好みは分かれるボタンなんだろうなとは思いましたね。反応良すぎて誤入力はね、絶対あるとは思うので、慣れるまでその辺の部分に関してちょっと難しいのかなと。そしてこちらの肝心のですね、ケースにつきましては、天板はね、やっぱアクリルで手触りもいいですし、薄型ながらもね、しっかりと幅確保できていますので、膝置きしてもね、安定してくれています。背面パネルっていうのはね、取り外しすることができますので、こんな感じでマグネットで開閉することができますので、メンテナンスもね、しやすいですし、ちょっとね、フレームも合成もしっかりしていますので、使いやすいかなと思っています。で、しかもですね、膝置きの時の滑り止めに関してなんですけど、タミヤのですね、滑り止めシートが付属してきておりましたので、これでね、しっかりとホールドすることができます。これが付属で付いてきているのってすごいですよね。こだわりをすごい感じれていいと思いました。そして PS5 への対応についてはですね、ここにですね、ちゃんとパススルー用のポートっていうのがありますので、ここにですね、対応するコンバーター等をさせば PS5 でも認証することが可能ですね。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はね、配置をオーダーメイドできるアケコン、ジャンプハック08サードの XL をご紹介させていただきました。
でね、正直なところ、この辺のね、ワンフレームボタンに関しては、かなり高価なボタンですし、このジャンプハック08サード XL もですね、フレームだけというふうに考えると、なかなかいいお値段にはなっているんですけれどもですよ、やっぱりね、自分の手に合わせて配置できて、好きなレイアウトのできるこのオーダーメイドの良さっていうのはね、やっぱ価格以上の価値はありますし、葵工房さんはね、そのオーダーの方法もすごい簡単で、このレイアウトエディターを使ってね、オーダーもしやすくなっていますので、その点はとても良いなと感じましたね。ちなみに修正したいときはこのコピーエディットを押せば元のやつで配置をいじり直せます。で、欲を言えばですよ、この辺の傾斜がつけれるようになっていれば、さらにね、手の負担っていうのが軽減できたりした、そういうのがあったらいいなとは思いましたけど、この辺に関しては、このね、薄型を実現するためには、仕方ない部分というか、難しい部分だかと思いますので、それに関してはね、ちょっと背面にいろいろ何かつけてみて、自分で傾斜がつけれるように工夫をね、してみてようかなとは思っています。このアケコね、どういう方におすすめなのかっていうところもお話ししておくと、やっぱり、がっつりね、格闘ゲームに使っている方、入門機っていうわけじゃ多分ないと思ってます。なんですけど、最初のね、買ったレス型レバーレスではちょっと物足りなくなってきたとか、どうしてもやっぱりプロが使っているような、同じようなボタンを使ってみたいと。でもやっぱり使い慣れている配置、ないしは手の形っていうところも配慮した上でオリジナルなアケコンを作りたい。そういった薄型レバーレスからのステップアップとかにね、とても良い選択肢になるかなとは思いますので、ぜひね、気になっている方、検討していただければなと思います。こちらのチャンネルではこういったゲーミングのデバイスのお話でしたりとか、あとは撮影機材等々のお話をしているチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。